こんにちは。ゼロから行政書士第15回です。前回は行政行為の可視を学びました。今日は行政裁量を取り上げます。行政裁量とは、行政庁に認められた判断の余地のことです。裁判所がどこまでチェックできるかが大きなテーマになります。まず、行政裁量とは何かを確認します。行政裁量とは、行政庁に認められた判断の余地のことです。法律があらゆる場面をあらかじめ決めきることはできません。そこで現場の事情に応じて柔軟に対応できるようにしているのです。専門的な判断や政策的な判断が必要な場面で特に認められます。この判断の余地がどこまで認められるかが問題になります。行政行為は裁量の有無で2つに分けられます。1つ目はカーサバ行為です。カーサバ行為は法律が一義的に定めていて、行政庁に判断の余地がありません。2つ目は裁量行為です。裁量行為は行政庁に一定の判断の余地が認められているものです。例えば、法律にできると書かれている場合は、裁量が広くなりがちです。しなければならないと書かれていれば、カーサバ的になります。裁量が認められるとどうなるのでしょうか。その場合、行政庁の判断が原則として尊重されます。裁判所は判断が適切かどうか、つまり当不当には踏み込みません。裁判所が審査するのはあくまで違法かどうかです。行政の判断を裁判所が全部やり直すわけではないのです。当不当の問題と違法の問題を分けるのが大切なポイントです。ただし、裁量は無制限ではありません。裁量にも超えてはならない限界があります。その限界を超えた場合を裁量権の逸脱濫用と言います。逸脱濫用があれば、その行政行為は違法になります。逸脱は限界を外に超えること、濫用は権限を不正に使うことです。この場合には、裁判所がその行政行為を取り消すことができます。この考え方は法律にも現れています。行政事件訴訟法の30条がそのルールを定めています。裁量処分については、逸脱濫用があった場合に限り、裁判所は取り消せます。つまり、裁量の範囲内なら、裁判所は口を出さないということです。裁量の広さによって審査の厳しさも変わってきます。逸脱、濫用と判断される主な例を見ておきましょう。一つ目は、事実に基づかない判断です。前提となる事実を誤っている場合です。二つ目は、本来の目的と違う動機による判断です。関係のない事情を考慮する場合などです。三つ目は、比例原則や平等原則に反する判断です。例えば、軽い違反に重すぎる処分をするのは比例原則に反します。こうした場合には、裁量権の逸脱濫用として違法になります。裁量が問題になる場面も確認しておきましょう。例えば、許認可を出すかどうかの判断に裁量が認められることがあります。外国人の在留に関する判断や公務員の懲戒処分などもその例です。これらは専門的な知識や政策的な判断を必要とする場面です。だからこそ、行政庁の判断が尊重されやすいのです。ここで今日のクイズです。裁量処分について裁判所が取り消せるのはどんな時でしょうか。A は裁判所が不当だと考えた時。B は裁量権の逸脱濫用があった時。C はいつでも自由に取り消せる。少し考えてみてください。正解は B の裁量権の逸脱濫用があった時です。単なる不当では取り消せないという点がポイントです。今日のまとめです。強制行為はコーサブ行為と裁量行為に分かれます。裁量がある場合、裁判所は当不当ではなく違法かどうかだけを審査します。
そして裁量権の逸脱連用があれば取り消すことができます。これは行政事件訴訟法の30条が定めるルールです。裁量と司法審査の関係は行政法で繰り返し問われる重要テーマです。次回は行政法の第5回、行政上の強制手段です。代執行や強制徴収、行政罰などを学びます。行政が義務を実現するための仕組みを整理します。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。